ちょっとこれ変わったお話になるんですけれども、はい。以前僕が勤めてるこの怪談バーに来られた女性のお客様えで、年の頃が僕と同世代がちょっと上かなと40代前半ぐらいの方なんですけれども、ライブ終わった後にちょっとこうお話ししてまして、でふとご自身でもそういう体験ってありますかって聞いたら、あ、ごめんなさい。いや、私ね、こんなお店に来といて言うのもなんなんですけど、私そういった体験全くないんですと。うんうん。で、なんだったら幽霊だとかそういう存在って信じてないんですっておっしゃるんです。ああ、そうですか。それでもね、そういう方って結構いっぱいいらっしゃいますよね。ええ、ただね、これ私自分で言ってても矛盾してるってわかるんですよ。わかるんですけどね、はい。私、たった一回だけ妙な体験があるんですって。で聞いてみましたら、はい。この方はちょっとした趣味がありまして、廃墟巡りをするのが好きなんだそうです。はあはでも20代の頃から、荷物持ってね、一人でこう日本全国旅して回ると。あ。うん。でいろんなこの朽ち果てた建物を見て回るのが好きだそうで、20年ちょっと前、まだこの女性が20歳そこらだったって言うんですけど、ある時大きなリュック背負って、東北地方を旅したんだそうです。はい。いわゆるね、こう人が少なくなってる過疎の村っていうのをね見て回って、ああこういうところはいい建物が多かったりするんだよな、いい廃墟があるんだよなと思いながら、さらにその奥に進んでいくと、もう本当にこの人が住まないような場所で、森までも行かないんですけどね、林までも行かない雑木林のようなところを一人ずっと進んでいったら、一軒の朽ち果てた平屋、日本家屋があったそうなんです。ほんほんほん。でパッと見た感じ、この戦前から戦後にかけて建ったんじゃないかなという。雨戸にはね、こう板がはめてありました。はい。で入り口のこの引き戸が2つ外れて、正面から見ると家の奥までずっと見渡せる。ああいいとこだなと、いい感じにこの廃れてると言いますかね、朽ち果ててるなと。でそう思いながら一人でこの家の中入ってみた。でこの女性、まずこういう廃墟に来た時に必ずすることがある。建物の内部をぐるっと見て回って、以前この建物でどんな人がどんな生活をしてたかっていうのを想像するのが好きなんです。なんか思いを巡らすのが楽しいんですね。そうらしいんですね。はいはでまず最初に入った部屋、おそらくなんですけど子供が使ってた部屋じゃないかい。なと。ちょっとしたこのね子供用の読み物なんかが残ってて、でそこから察するに以前この部屋使ってたのは男の子と女の子の兄弟じゃないかなと。でそんなことを思いながら次の部屋行くと、でその部屋っていうのが以前これ仏間だったんじゃないかな。でそこから推測するのに、この部屋使ってたのはお年寄り、しかもおばあちゃんだったんじゃないかな。でそんなとこから、この家にね以前住んでたのはお父さんお母さんで幼いお子さん、男の子女の子とおばあちゃんの5人家族だったのかな。そんなことをこう想像しながら茶の間の方に向かってと、もうやっぱりね時代が経ってますから、もう建物全体非常に傷んでるんですけど、荒れ果てたこの茶の間の中、一つだけ茶ダンスが残ってる。茶ダンス。はい。でこの茶ダンスの上に高さ30センチぐらいのガラスケースがある。でこのケースの中に入ってるのが一体の市松人形なんです。で家全体が傷んでる中で、ケースの中に入ってますからね、この人形だけは綺麗なまま残ってると。でそれ見た時に、この人形は以前ここで暮らしてた家族たちのこの幸せだった時間っていうのをずっと見てきたんだろうなと思った時に、愛おしさがこみ上げてきたと。でもっと近くで見たいなと思って一歩近づいた瞬間に、ケースの中のこの市松人形がパチッと瞬きしたんです。で思わずうわっって引いた瞬間、目が回ったって。誰の目が？この体験者の女性の目がこうぐるんと回る、天井が見えたんです。私このまま後ろにのけぞって転ぶんだなって思ったんですけど、次の瞬間ちゃんと立ってるんですよ。なんですけど1秒前と見てる方角が違うんです。さっきまで自分が背にしてた壁をじっと見てる。
何これって思うけどすぐに理由がわかるんですよ。えこれ自分が市松人形の視点になってるんですよ。ただもう一つ奇妙なことがあるんですよ。1秒前まで朽ち果てたこの家の中、朽ち果ててないんです。で目の前にちゃぶ台がありまして、そのちゃぶ台を囲むように両親らしき男性女性で、その隣に男の子女の子で、こっちにおばあちゃんが座ってる。で声とかね、音声一切聞こえないんですけど、みんなでこうにこやかな笑いながら談笑して食事をしてる風景なんです。何これと思ってるうちに、自分の意思じゃないですけどパチッとまた瞬きした、と今までにこやかだったこの家族、今度はお父さんお母さんがものすごい形相でお互いの胸ぐらつかみながらうわーっと罵り合ってる。で横では子供たちが悲しそうに舌をつむいてポロ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 泣いてる。でおばあちゃんも悲しそうな顔してるんですけど、またパチ光景が変わる。今度この家族全員じーっと下をうつむいてるんです。とまたパチ光景が変わる。あっと思ったんですけど、今度この家族ちゃぶ台を囲んで全員天井を見上げてる。仰向けなんです。床に寝そべってるんです。寝そべってる。その光景見た時に死んでるって思うんです。でおそらく外傷がないところから服毒自殺だろうな、一家心中してるってのが分かるんです。でおばあちゃんだけがね、その目線こっちをじーっと見てるというか、目が合ってると、うわっと思ったらまたパチッ光景が変わる。元の朽ち果てた家の中なんです。ただじゃあ自分が元の体に戻ったかっていうとそうじゃないです。数メートル先の壁に向かってもう一人彼女自身の後ろ姿が見える。自分の後ろ姿を見てるってこと？後ろ姿があるんです。私あれ何してるんだろうと思ったら、その壁に向かって立ってる自分が首をグッと曲げて壁に自分の頭頂部をグッと押し当てる。そのまま首に全体重を乗せていくんです。なので首がぐーっと折れ下がっている。それ見たときに、あ、このままいったら私の首折れるって思った瞬間、実際自分の首にズキッと激痛が走った。で思わず痛いっていう声が出て、ふっと気づいたら自分がこの壁の目の前でうずくまってた。ですぐに怖くなって荷物持って、逃げたらしいんですけど、ただね、六さんさっきも言いましたけど、私幽霊だとかって全く信じてないんです。だからこの体験もきっと昼間見た夢、白昼夢だって私信じてるんです。でもね、これも矛盾してるって自分でわかるんですけど、私あの時にね、なぜあの家族があんな末路をたどったのか、その原因ってあの市松人形だってことだけははっきり分かったんですよ、っていう話を聞かせてくれたんですよね。ただまあこれが一体ねどういうことなのかもわからないですし、まあ一体ねその人形にどんな言われがあったのかな。ただの名人芸じゃないですか。すげえ。いやありがとうございごめんます。なさい。実際、その廃墟でご家族は自殺をされていたという家なんですか？なのか、その家自体もね後に調べたわけでもないのでどうかっていうのは不明ですけども、調べてみたら何かそういうことが分かってしまうかもしれないですね。そうですね。でも直感で分かったんですね、この人形のせいで家族たちはそういうことをしてしまった、もしかするとその本当は仲の良かったご夫婦も人形の何かそういう力によって仲違いをし始めて、家族がどんどんバラバラになってしまって、最後そういう結末に行ってしまったかもしれない。そうなんですよね。まあ一家離散と言いますかね、何があったのか、そんなお話ですね。